いらっしゃいませ。店主の小林和也と申します。そうですね、うちはもう天ぷら専門店ですので、もう天ぷらを主流としたコースから、なっておりますね。はい、ではまずは穴子からおろしていきたいと思います。よいしょ。こちらですね。本日は対馬の、穴子ですね。穴子はですね、この目打ちというものを使って頭をまず押さえます。こちらが出刃包丁ですね。じゃあ根の火というものですね。根の火というところの出刃包丁を使ってます。これはもう私がなだまに入った頃からなんで18年になりますね。はい。何回も研いでるんで、だいぶ最初の元よりは小さくなってると思います。はい、この穴子だと背開きと腹開き、背開きは関東の方のおろし方ですね。なのでこうちょっと立てて包丁を入れております。で腹の部分だけ三角形の骨になってるんですね。で真ん中あたりから平らになるので向きを変えます。でここが身とくっついてるので逆さにして包丁を入れてあげます。そうですね、このままおろしてしまうと取っちゃいけない身まで取っちゃうんですね。はい、なので逆さ包丁を入れて切れ目を入れてあげて、であとはここの骨を取るだけ。最後にここのヒレですね。これで完成です。次はキスを、おろしていきたいと思います。冬のキスも脂が乗っていて結構ふっくらとした状態で仕上がります。はい、最初は、鱗を取っていきますね。大きい魚とかだったら鱗かきとかで取りますけど、こういう小さいキスとかはこの包丁で取りますね。で尻尾もまっすぐきれいに揃えてあげますね。あとここにお腹にヒレがあるのでここも落とします。このキスも同じく背の部分から開いていきます。この尻尾のところで少し包丁を立てます。なんでかっていうと、こうきっちり立てることでまっすぐ落とすことでこのようにきれいにまっすぐ最後の仕上がりも揚げた時の仕上がりもまっすぐいくようになってます。はい、で最後この腹骨ですね。ここをすいてあげます。でキスが出来上がりです。はい、天ぷらの主役といっても過言ではない車エビですね。本日は沖縄からですね。はい、まず最初に頭を取ります。頭と一緒にここの神経ですねを取ってあげます。でこの口の下の部分を取ります。次にこのエビの尻尾の部分すべてこの袋状になってるんですね。なのでここを全部切ってあげないと揚げた時に破裂してしまうので、このように斜めに揃えて切ってあげます。隠し包丁を入れていきます。太さが違うので入れる深さはだんだんと浅くしていきます。あともう一つここで気をつけるのは、ここが斜めになったりしないようにすることですね。天ぷらを揚げた時にまっすぐ上がらなくなってしまうので、ここは気をつけるところですね。上がった時に身がまっすぐになるってことですか？そうですね。
次は野菜ですね。はい、お野菜は本日コースの野菜はこちらですね。舞茸、ブロッコリー、長ナス、あとはベビーコーンですね。本日はこちらの舞茸とブロッコリー、あと長ナスの、処理を行っていきます。野菜で使うのはこちらですね。薄刃包丁ですね。私が仕事始めて最初に買った包丁ですね。もうブランドは本当かっぱ橋って書いてあるぐらいなんで、僕もどこのかちょっと分かんないですけど、はい、もうずっと長年使ってるんで、もうこれしか使ってないですね。最初舞茸、こちらですね。これは北海道から仕入れてます。上のひだを切らないようにするんですね。なので下のところだけ包丁を入れて切ってあげるっていうところですね。最初このようにざっくり落としてあげて、この下の部分だけ包丁入れます。この上の部分に包丁入れてしまうと、ここのひだの部分が切れてしまうので、どんどん使える場所がなくなってしまうですね。このようにこのような形ですね。ブロッコリーもですね、舞茸と同じようにこの上の部分ですね、つぼみの部分を傷つけないように包丁を入れていきますね。このように外してあげたら、この下の部分ですね、下だけ包丁を入れて取るイメージですね。続いては長ナスですね。長ナスはですね、ちょっと特殊な切り方をしますね。ナスの皮が硬いので、しましまになるように螺旋状で剥いていきます。こうすることによって、一口大になった時に噛みやすくなるように仕上げていきます。包丁の向きを、ここ動かさないで、かつらむきとかと同じなんですけど、このまま動いても包丁って切れないんで、親指と、これ上下に動かしてあげるんですね。でそれと同時に左手でナスを回す。で角度は変えない。角度を変えてしまうとそのまま深く入ってしまうのでね、角度を保ったまま回していく。はい、このようにしましま模様にしますね。これは4等分してあげます。こちらで1人前ですね。このように食べていくので歯切れが良くなるようにしましま模様にしてます。こちらが竹コースの天ぷらになりますね。今研いでいるのは薄刃包丁ですね。もう人生で初めて買った包丁といっても過言ではないですね。でもう今まで使い続けているんで愛着のある包丁ですね。もう薄刃はもう見ての通りこのように薄いので、砥石にべったりくっつけて僕は研いでますね。なので刃こぼれがしやすいんですね。先の方がもうほんと薄いんで。こちらが出刃包丁ですね。主に魚をメインとした包丁ですね。先の部分だけ薄刃包丁とは違って曲線になってるので、こ
こだけ動き方が違いますね。半分のこの、曲線を描くように動かしていきますね。これはもう先輩から買ったんですけど、はい。はい。先輩が見て後輩が大切に、包丁を扱ってるのを見たら受け継ぐというかこれよかったら使ってくれないかっていうので受け継ぐものはありますね。はい、いい感じに仕上がりました。これはですね僕がなだまに入ってすぐの頃ですね母親に作ってもらったんですよ。なのでまあ普通に売ってるものと違ってもうサイズがこの包丁ぴったりなんですね。全部測ってやってくれてるんでもうぴったりジャストフィットですね。これも大切に使ってるんでずっともうありがたく使ってました。